最近何かと話題のイーロン・マスクさん、55歳の誕生日にですね、6月ですかね、なんとスペース X が IPO をするかもしれないということで、またこの規模がですね、百数十兆円規模ということで、すごい調達になるなっていう話なんですけども、すでにですね、スターリンク事業がですね、黒字化しておりまして、EBITDA がですね、数千億クラスで出てるということで、それぐらいのバリエーションも正当化できるのかなという状況になっております。ロケットの打ち上げサービスだけでもある意味黒字化はできるんでしょうけれども、研究開発費がですね、重荷になってると思われますので、スターシップとか本当にバンバン飛ばしてるんで、あの辺の研究開発費相当かかってるはずなんですけれども、それを補ってあまりあるぐらいのですね、事業にスターリンクが化けてしまっていて、そして、つい最近にですね、FCC、日本の総務省にあたるような役所なんですけど、アメリカの。こちらに150万個の AI データセンター衛星を打ち上げるという計画もぶち上げておりまして、ここに来てですね、電力問題、地上のですね、原子力発電所とかですね、核融合はまだまだ先のことということで、どうやっても電力今のところ足りないよねっていう、この問題はなんとか解決しなきゃいけないということで、皆さん考えてるわけですけれども、イーロン・マスク的にはですね、核融合なんか、本当そんなちっちゃな太陽、地上に作ってもしゃあないやろうと。太陽のあまりあるエネルギーを我々人類はですね、今後 1% も使えてないと。だから宇宙に巨大な太陽光発電設備を作って、そこにデータセンターを置くと。太陽に当たってない面はですね、冷却マイナス200度とかの冷却に使える、約マイナス200度ぐらいで冷却にバンバン使えるので、もうあとボトルネックになってるのは2つで、1つは宇宙放射線に強い半導体、あるいはそれをソフトウェア等でですね、バグ修正というかですね、不具合が出ないようにするようなソリューションの開発。こういったところが一つボトルネックになるのと、もう一つは打ち上げのコストですね。こちら、スターシップ、スペース X 社のスターシップがですね、バンバンペイロードを打ち上げられるようになればですね、打ち上げコスト10分の1とかになるということで、こちらの方も採算が取れるということで、レーザー光通信で宇宙で結ばれた無数の人工衛星データセンターが AI の演算をすると。こういう文脈の中でですね、XAI、そして X、こちらの方が出てきたというところで、今ですね、XAI、これもですね、もともと OpenAI のですね、最初出資というかファンディングをしたのは実はイーロン・マスクさんで、その後 AI は特定の大企業はですね、牛耳るんではなくて非営利の団体であるべきだということで、OpenAI を作ったんですが、サム・アルトマンが裏切って営利企業、マイクロソフトに株を持たせたりとかですね、いろんなことをやってきたんで、決別して何をやったかっていうと、LLMのですね、構築に必要な大規模なですね、文章のデータを持つ会社を買収するという決断でございました。業績不振に陥っていたツイッターですね、あまりにもリベラル、そしてこういったものを考えすぎてですね、収益が全然取れてなかったツイッターに目をつけてですね、これを買収してなんと、イーロン・マスクさんのですね、昔やっていた X.com っていうですね、決済会社があったんですけれども、そのドメインをですね、買い戻して、そのドメインにしちゃう。みんな、ツイッター X になるの嘘でしょって、もう冗談だと思ってたら本当だったっていうね。そこに決済機能をつけたり、動画機能をつけたりですね、もう今やですね、日本のちっちゃなね、ノートっていうブログの会社あるんですけど、もう外部リンクはもう評価をしないということで、X で長文を書けるように、X のプレミアムメニューに登録すると長文が書けるようになってるんですけれども、僕ももちろん登録してますけれども、ノートに書くんだったら X で書けと。その代わり収益分配めちゃくちゃ上げるよということで、実際収益分配の額がどんどん増えていて、みんなノートから、日本のユーザーのノートから X に流れてきてるし、海外もですね、ノートみたいなサイトがあるんですけれども、そういったところがですね、どんどん X に流れ込んでるということで、しかもそこのデータをですね、XAI のですね、グロックですね、こちらの方の学習に使ってるということで、こちらの方もどんどん賢くなってますと。動画もですね、投稿できるようになってますから、これ全部だから繋がってるわけよ。ね。すごいよね。だから、実は Google が強いのは検索エンジン持ってるからで、世界中のそのデータをですね、クローリングをしてるわけですけれども、そのクローリングしたデータをですね、自由に使える。自由に使えるっていうか、
オープン AI のチャット GPT のボットが、データ取りに来たらブロックすることもできる。だからコンテンツをたくさん持ってるようなサイトとか、大手のプラットフォーマーとかこういったところはオープン AI ブロックしたりとかしてるケースもあると思うんですけど、Google のブロックをするとですね、そもそも Google の検索に引っかかんなくなってトラフィックが流れてこないんで、これもう致し返して、だから今ジェミニがものすごく伸びてきていると。これはだから Google が検索エンジンと一体化してるからできることですよね。ちょっと弱いんだけれども、Facebook もですね、ラーマ3とかっていう、オープンソースのですね、LLM を出してきて、そこに対抗していってると。中国勢がですね、検索エンジンとか SNS とかでまた追随をしてきてるということで、もう桁違いなんだよね。持ってるデータの量がね。なので、こちらの方ですね、X もなんでそれなりに検討できてるかっていうと、Twitter っていう、文字データの巣窟というかですね、こういったものを持ってるってことが、実はすごくでかかったってことで、これを二足三門って言ってもいいぐらいの、高かったですけど、当時の値段からするとね、でもそこを買収して、X とくっつけて、さらにそこがスペース X の AI データセンターと繋がるとかみんな思ってないよね、みたいな。で、しかもその、テスラの自動運転はですね、もうすでに生成 AI とかで動いてるわけですよね。もうだから、人間がコーディングしません、みたいなね。で、カメラだけで、人間はね、目で見て運転できてるんだから、カメラだけで運転できんだろうっていうのを一番最初にやったのも実はテスラで、それも実はすごくワークしてきてると。ということで、もうなんかね、ちょっと無双してます。イーロン・マスクさんの企業群、無双してますけれども、逆に言うと、この10年で無双できたってことですから、10年かければ無双に対抗できるかもしれないということで、我々ももうちょっと焦らず頑張っていきましょうということで、今日はイーロン・マスクさんの企業はこれからどんどん統合していく、そういう話について解説させていただきました。いってらっしゃい。